本林です。今回は新しくできた、アキュラ 95H の紹介をさせていただきます。ここ2年ぐらいかな、ロックショアの釣りが大きく変わってきました。15キロオーバーのヒラマサを上げる人は昔は珍しかったですが、今やったら結構多く15キロオーバーのヒラマサ、場合によっては20キロ超えたものもみんな上げ出したし、それプラス、ラインメーカーさんが PE4 号で強度が70ポンド、要するに PE4 号で今昔の6号の強度が出るようになってきました。そういう変化が、状況の変化が大きく変わってきたんで、このアキュラ 95H ができました。ショートロッドの利点、要はキャスティングなんかもめちゃくちゃ楽なんやね。それとあとルアー操作も短い分非常に楽で、何より驚異的なのはね、リフティングやね。リフティングの時にね、短い分非常に楽で驚異的に楽なんやね。でそういう利点はあったんですが、ショートロッドの欠点であるね、磯際からのラインの距離がやっぱり短くなった分取りにくいということやら、短くなった分水面からティップが高くなってしまうので、足元の魚を反応させることが難しかったり、要はルアーがうまく泳がへんかったりしてしまうよね。でそういう欠点もね、できるだけなくして、このショートロッドの利点をもっともっと生かして一から、作り直させていただきました。かなりマジックを持ってます。それを今から皆さんに見ていただきます。まずかなり小さいですけど 26g のセットアッパー、この 26g でもこれティップわかるかな。ティップがこんなに十分それに反応してます。だからこのまま普通のこんなキャスティングもできるほどのティップからベリーにかけてはかなりソフトです。次が80号の重り、これ 300g です。セットアッパーの10倍をはるかに超えた重りです。ということで、これが300g がフルキャストできる強さを持ってるアキュラ 95H の特徴としては、今さっき皆さんに見ていただいたように、なんとこの 26g をルアーの乗りを感じてキャスティングできるのに、この 300g の重りも投げれる、強さもある、フルキャストもできるというところですね。これが、要はキャスティングのできる範囲が広いということの自慢じゃ実はないです。皆さんに感じていただきたいのはね、26g がきれいに飛ぶということは、ティップからベリーにかけてかなりソフトであるということで、300g が投げれるということは、かなり強いバットからベリーを持っているということ。きれいにロッドでつながってロッドで投げてくれてます。このバット、ベリー、ティップがいかにきれいに抜けてつながってるかということを表してます。それをうまくこの間つなげる、ここがマジックです。ゼナックの素材選びと積層技術ならではのこの間のつなぎ、これができたのはキャスティング範囲の広いアキュラのノウハウ、それをさらに進化させたソニオ、そしてそのソニオのノウハウもさらに進化させてできたのがこの 95H ということです。でこのソフトなティップというのの利点が、このショートロッドの欠点であった足元のルアー操作、ダイビングペンシルなんかのとかミノーなんかが泳がせにくいということを、このソフトなティップがクリアしてます。あとは何と言ってもとにかくリフティング力。リフティングする時に
たった18センチの差ですけど驚くほど強くなります。で、この 95H の調子はさらにそのリフティングしやすさをよりリフティングしやすいようにアクションを出してます。そういうロードです。あれは五島へ行った時に五島で、12キロぐらいの平間さ。あ、いいと。でかいな。これはね、実はね PE4 号でやってます。はじめドラグ設定12、13キロなんですが、最終的に PE4 号では、やってはいけない15キロぐらいまで上げてます。で15キロぐらいまで上げて約1分で、上げてます。このロッドを作る時に PE4 号を使って6号のファイトができるロッドということを目指して作ってます。だから、PE4 号をやってもその4号を極力守る、切れないようにショックアブソーブもしてくれる、まるで6号タックルのファイトもできるようなロッドということを理想として、作り上げてます。それとファイトする時の人へのダメージもこのティップカラベリーが十分にショックアブソーブしてくれる。足場の悪い磯でもより高いドラグ設定で、ファイトできるということを表しています。このかなり強靭なバットです。かなり強いです。でこれは磯際からラインの距離を保てるようになっているということを表しています。ということでこういうアクションでショートロッドのいろんな欠点を潰しました。要はね、曲がり、体に負担かけずにテンションをかけ続けられる曲がりのベントで魚を上げる今まで通りの100の H、 それとリフティングコントロール力の 95H と認識してもらったらいいと思います。はい、ジグとの相性も、ジグをしゃくったらどれぐらい力を発揮するかというのも見ていただきます。こんな重いすごい抵抗のあるジグ 250g です。これがキャスティングできてしゃくれたらだいたいこれで、ジグの性能は分かっていただけると思うのでそれをやってみます。まずキャスティング、はい、ロッドの挙動です。千代に引っ張られたりしたらもっと抵抗は大きくなりますが、とりあえず 250g をフルに動かすことができてます。ベリーからティップの跳ね上げ、ちゃんとロッドが跳ね上げてることを見てください。 250g でもちゃんとロッドが跳ね上げてくれてます。長さがわずか18センチほど短いだけですが非常に楽。 250g のジグがきれいにロッドカーブでキャスティングできるということは、このジグのアクションもロッド全体で動かせる力があるということを表しています。長さとこのアクションがそういうちょっとバットもしっかりさせたアクションがあるので特にジグ操作しやすいですね。ジグ中心にやってはる方にもかなり、強い武器になるロッドやと思います。はい、ラピードの160、この辺り皆さんこんなことも H あたりのクラスのロッドやったら平均的にこの辺りもよく使われると思うんで見ていただきましょう。キャスティングもジャストというイメージ。
はい、続いて、これはね平正ではあまり皆さんは使えへんと思いますけど、これまあ GT 用ですけど 144g のポッパーですね。このポッパーでの挙動、ポッパーがどう使えるかということも一度この動き、キャスティングと動き見てもらいます。 144g です。ダイビングペンシルだけじゃなく、ひょっとしたらジグよりも抵抗が大きいこういうポッパーにも十分対応できるマジックを持ってます。とにかくちょっと驚異的なのがベストがめちゃくちゃ広いです。一応カタログではジグで 30g から 230g、プラグで 30g から 180gというところになってます。でラインは一応2号から、6号ということにさせてもらってます。6号が頂点ですが6号余裕で使っていただけます。そういう一応スペックになってます。ここまでのロッドは今ないと僕は断言できます。これの進化は僕の言葉より実際ぜひ使ってみてください。磯で実際使ってもらって、現場で使ってもらって魚をあげてもらった時に、僕が言ってること以上の感動があることは間違いなく保証します。